冒頭に意見をお話をさせていただきます。まず、抗体検査について、海外で承認されている検査キット等の性能について、厚生労働省の研究班において、献血血液を用いて評価を行ってまいりました。本年4月に東京都内および東北6県で採血されたそれぞれ500検体と、昨年1月から3月に関東甲信越で採血された500検体、したがって、今回の新型コロナウイルスの感染症がまだスタートしてない時期ということですが、について行ったところ、本年の東京都の検体から、これいくつかのキットを使っておりますから、それらでは合わせて3件、東北6県の検体からは2件、昨年の検体からは2件で陽性の結果が得られました。この結果については、本研究班のほか、統計学をはじめ、複数の専門家にもご意見をお聞きいたしました。昨年、今年に採取された検体の結果には、偽陽性が一定程度含まれていると考えることが自然であり、また今回用いた検査キットの結果にもばらつきがあることから、今回の少人数の検査をもって、検査キットの性能や抗体保有率について言及することは適切ではないというご指摘をいただきました。この先行調査を踏まえ、我が国における抗体の保有状況をより正確に把握するためには、より多くの被験者を対象とした抗体の定量検査、今回はあるかないかだけでありましたけれども、抗体の量を測ることもできる検査を行うことが必要であると考えています。早ければ来月から一般住民を対象とした大規模な、今の統計の専門家とも相談をしておりますが、トータルで1万規模程度のものを想定しておりますが、本格的な調査を開始したいと考えております。現在、感染が流行している地域、必ずしもそうでない地域を含むいくつかの都道府県に対して、検討をすでに依頼をして調整を行っているところであります。詳細については、後ほど事務方からブリーフをさせていただきたいと思います。2点目でありますけれども、新型コロナウイルス感染症の労災保険給付に関して、昨日、日本医師会、日本医療法人協会、日本精神科病院協会、日本病院会、全日本病院協会に、労災保障請求の勧奨等への協力を要請をいたしました。現下の感染状況下でとりわけ各医療機関において、感染予防対策を講じていただきながら、日々、懸命に患者さんへの治療、看護などの業務に当たっていただいておりますけれども、こうした皆さんが何かあったときに対応できる、そういった安心感を持っていただくという意味においても、労災保険がセーフティーの役割をしっかり果たすことが重要だと考えております。このため、医療従事者については、業務外での感染が明らかなもの以外は、原則として労災保障の対象になるというこの取り扱い、先月28日に全国の労働局に通知し、労働局における適切な対応を徹底をいたしました。また、厚生労働省ホームページの Q&A にも載せておりますけれども、改めて、今回、医療現場により一層浸透していただく、それで皆さん理解を深めていただくことが必要ということがあり、冒頭申し上げたような要請をいたしました。改めて、医療従事者の方が感染した場合には速やかに、かつ、これは本人が請求しているだけではありませんが、ご本人に労災請求を勧奨するとともに、その請求手続きに各医療機関にあたってご協力をいただくこと、これを私からも改めて、また強くお願いをしていきたいと思います。なお、新型コロナウイルス感染症についての現時点での労災請求、5月14日現在で39件でありますが、このうち調査が終了したものを今週初めて2件支給決定いたしました。1件は医療従事者等、それ以外が1件となっております。引き続き、労災請求に対して迅速に決定をしていけるよう指示をしたところであります。私の方からは以上です。